春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は AI エネミーにダメージ感知を実装してみようと思います。AI エネミー作ってみた、その後 AI センスダメージ。早速、作ってみましょう。1、AI ダメージセンスコンフィグ。ダメージ感知の設定を追加します。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。コンポーネントパネルで AI パーセプションコンポーネントを選択します。詳細パネル AI パーセプションセンシズコンフィグでインデックス1を閉じます。センシズコンフィグのプラスをクリックして設定を追加します。プルダウンより AI ダメージセンスコンフィグを選択します。展開します。マックスエイジだけですね。マックスエイジを 5.0 にします。AI エネミーはダメージを5秒後に忘れます。コンパイルして保存します。2、プレイヤーに攻撃を実装。プレイヤーに攻撃を実装します。攻撃は前に実装したストライクアタックを使います。ワールドセッティングパネルを開きます。BP ストライクアタックキャラクターをデフォルトのボーンクラスに設定します。2の1、リポートダメージイベント。AI にダメージを通知するイベントを実装します。範囲攻撃の攻撃範囲アクター BP レンジアタックサークルを開きます。この攻撃範囲アクターは、カプセルトレースの中に AI エネミーがいると、ダメージを与えます。イニシャルライフスパンが 0.3 に設定されています。最後に処理を追加します。リポートダメージイベントノードを配置します。前の処理につなぎます。リポートダメージイベントノードは、イベントが発生した瞬間におけるイニシエータ、起因となるものの位置として、イベントロケーションが報告されます。ダメージドアクターは AI エネミーです。ヒットアクターとダメージドアクターをつなぎます。イニシエータは起因となるものなので、このアクターですが、攻撃しているのはプレイヤーなので、ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。イニシエータにつなぎます。ダメージアマウントはダメージ量ですね。アプライダメージノードのリターンバリューにつなぎます。イベントロケーションは、ダメージを与えたものの位置ですね。今回はプレイヤーにします。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、ゲットアクターロケーションノードを配置します。イベントロケーションピンにつなぎます。コンパイルして保存します。2の2、タグの追加。BPI エネミーベースを開きます。詳細パネル、アクタ、詳細設定、タグズでタグを追加します。タグ名をエネミーにします。コンパイルして保存します。3、AI デバッカー。AI をデバッグモードで表示します。一旦、AI エネミーはアイドル状態にします。レベル上の AI エネミーを選択します。詳細設定、デフォルト、パトロールルートをクリアします。起動してみましょう。デバッグキータブを押します。パーセプションのデバッグを表示したいので、4キーだけにします。範囲攻撃を AI エネミーに当てると赤い球体が表示されています。AI エネミーがダメージを受け、そのダメージを与えたプレイヤーの位置を検出しています。マックスエイジの5秒に達すると消えます。4、ダメージ感知の実装。AI エネミーはダメージを受けると、ダメージを与えたプレイヤーのところに移動するようにします。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。4の1、関数センスダメージプロセスの作成。ダメージを感知した時に呼び出す関数を作成します。名前をセンスダメージプロセスにします。AI エネミーにダメージを与えるのはプレイヤーです。エントリーノードを選択します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数ターゲットアクタ型を作成します。関数ゲットカーラントステートを配置します。エントリーノードにつなぎます。ステートピンより、スイッチノードを配置します。AI エネミーを追跡状態に変更するために、関数セットステートアズチェイスを配置します。パトロールステートとサーチステートをつなぎます。アタックターゲットピンとエントリーノードのターゲットアクターピンをつなぎます。保存して閉じます。4の2、センスタイプの指定。オンパーセプションアップデイティドにダメージ感知を実装します。センスタイプの指定をコピーして貼り付けます。シーケンスノードにつなぎます。センスをダメージセンスにします。4の3、チェイス状態に切り替え。チェイス状態に切り替えます。関数センスダメージプロセスを配置します。
ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数センストアクター、ゲットノードを配置します。ターゲットアクターにつなぎます。コンパイルして保存します。レベル上の AI エネミーを選択します。詳細設定、デフォルト、パトロールルートをセットします。起動してみましょう。後ろを向いている AI エネミーに攻撃すると、こちらに向き直って攻撃してきましたね。設定ファイル。エネミーにダメージ感知を持たせるメリットは、リアリズムの向上。敵がプレイヤーに反応することで、ゲームがより現実的になります。ゲーム内の敵を生きた存在として認識しやすくなります。チャレンジと緊張感の増加。敵の反応により、プレイヤーは常に警戒を怠らず、より戦略的なプレイが求められます。動的な戦闘体験。敵がプレイヤーに応じて動作することで、戦闘シーンがよりダイナミックで予測不可能になります。プレイヤーは一貫した戦術を使えないため、ゲームが単調になることを防ぎます。プレイヤーの満足度向上。敵を倒すことが、単に同じ行動を繰り返すだけではなく、戦術や反応が必要になるため、成功した時の満足感が高まります。物語の進化。敵が反応することにより、ストーリーラインがより緊密に編み込まれ、プレイヤーの行動がゲーム世界に直接的に影響を与える感覚を強化します。戦略的要素の強化。プレイヤーは自分の動きを計画し、環境や敵の配置を考慮しなければならないため、戦略の奥深さが増します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。